町おこしの負担にもなっているみたい。なんだか体調が。コンビニの洗面所だよ。しこたま飲むよ。北海道は後志地方、小樽市の隣の町、若井川村、道の駅、若井川に来ましたが、諸事情で閉館中。他の施設にあった臨時のスタンプを押せる場所で、ひとまずポケモンゲットだぜ。やめてやめて。別のものが混ざってる。自販機とマンホールにポケモンがいたのを見つけて、道の駅のスタンプを封印したんだよ。ああ、そうだった。スタンプが押すと安心感ね。ちょっとハイになってたよ。まったく。ということで、今回は余市町に行くよ。座頭市。余市だよ。余市町は二木町を挟んで、赤井川村の隣にあるよ。挟まれて二木町が不憫でならないよ。まあ道の駅がないからね。今回、二木町は一瞬通るだけだよ。挟まれた二木町はいずれ、黒から白に変わるんだよ。嘘言わないで。リバーシじゃないんだから。目的地である余市町の道の駅、スペースアップル余市はね。宇宙とリンゴ？変わった名前だね。リンゴについては、余市町が古くから栽培をしていること。そして宇宙については、日本国民初の宇宙飛行士、毛利衛さんが余市町出身でね。その偉業を称える意味も込めて、宇宙記念館が建設されたりと、町おこしの負担にもなっているみたい。なるほどね。道の駅の隣には、観光施設としても有名な、国の重要文化財にもなっている蒸留所、日東スキー余市蒸留所があるよ。余市町、侮れぬ。余市駅からも徒歩で行けるし、蒸留所は海外からの観光客も多いみたい。そんな蒸留所の隣にある道の駅に、これから行くわけだね。蒸留所、ウイスキーを作っている蒸留所が近くに。なんだか体調が。もちこ、今日だけ運転役を変わって。大丈夫だよ。モネちゃんならきっと最後まで運転できるよ。これまでたくさんドライブをしてきたじゃない。私は信じてるからね。もちこ、蒸留所でお酒が試飲できるんじゃないかって、そう思ったんでしょ？できるけど、蒸留所には寄らないよ。今回の目的地は道の駅だからね。ぐぬぬ、先を読まれていたわけか。さっき一瞬だけ流れそうになった涙を返してよ。じゃあ後でコンビニで水を汲んできてあげるよ。そうじゃないんだよな。ここが赤井川村の中心市街地だよ。道の駅の周辺とはまるで違うね。で、赤井川村の道の駅スタンプラリーの臨時応援場所はこの市街地にある温泉なんだよ。あ、そうなんだ。前回私がテレポートを駆使していった場所だね。そうそう。じゃあテレポートの必要性なかったんじゃない？これだからもちこは先に行ってくれれば。いや、撮影するわけでもないからさ。スタンプを押せるとは言っても道の駅じゃないわけだし。山、すごい。夕日が立ってできた家、綺麗だね。立体的すぎるよ。これがまさか平面だとは思えないよね。いや、立体だよ。地味な上り坂。あれ、トンネルがあるね。このトンネルの途中で二木町に入るよ。隣町の二木町ね。一瞬だけ通るんだっけ？トンネルの途中からトンネルを出てすぐのところまでが今回走る二木町のエリアだよ。一瞬というか、ほぼ入っていないに等しいんじゃ。まあ、お城だね。そうだね。いや、違うね。あのさ、一瞬だけ話を戻すけど、どこで水を汲むって。何の話だっけ？私の涙を返してほしいって話さ。あ、その話ね。コンビニの洗面所だよ。せめてペットボトル、できれば峡谷の名水で。京極町の道の駅で汲めばよかったね。そうじゃないけどそうだね。
そろそろ町に入る感じ？もう少し先だよ。もうすでに余市町には入っているからね。さっきのトンネルの出口からだっけ？そうだよ。久しぶりの交差点だね。モネちゃん、交差点に会いたくて震えてたもんね。まさか気づかれていたなんて。本当だったの。もう町だね。左折すると道の駅はもうすぐだよ。ウイスキーをしこたま飲むよ。行かないからね、蒸留所。ゆでだこのように真っ赤になるまでひたすら飲むんだ。行かないの？冗談じゃなくて。もちろん。今日は道の駅に行くことが目的だからね。それにもう日も暮れるし、撮影が終わったら帰るよ。家に帰ったら浴びるようにお酒を飲むんだ。飲みすぎには気をつけてね。あの信号で左折だよ。いよいよ到着だね。今日立ち寄る最後の道の駅だよ。肝別町、京北町、和海川村、そして余市町。そんなに長い距離でもなかったね。ここがスペースオップル余市か。こっちは併設の余市宇宙記念館だね。NASA から送られた映像が楽しめたり、宇宙での宇宙食などを見ることができるよ。さすが宇宙を前面に出してるだけあるね。ここだけ行く感な感じがするよ。いや、その感じは異常だよ。道の駅だけではなく、街の中にも宇宙関連のオブジェがあったりするからね。お酒のオブジェはないの？あるわけないでしょ。ところで売店どこだろう？直売所とお土産店があるんだ。地元のお酒とか野菜や果物なんかは駐車場そばのこの直売所で販売されているみたい。そういう分け方ね。あと菓子類のお土産も売っているよ。直売所にもお土産があるの？宇宙関連のキーホルダーなどのグッズ類、宇宙食とかは宇宙記念館の裏にあるね。なるほど。この宇宙関連のお土産が売っている売店、ミュージアムショップでスタンプが押せるよ。国道に129号って書いてあるけど、さっき撮った道路が国道なの？そうだよ。遅いから気づかなかった。看板があるね。宇宙桜との。宇宙飛行士の毛利さんが宇宙船エンデバー号に持ち込んだ桜の種がこの2本の桜の木なんだってさ。私ですら宇宙に行ってないのに先に桜の種が宇宙に行けたって子？そうだよ。食い気味の反応。そうなんだ。まあこの先も行けることはないだろうけれども。どうして今追い打ちされたんだろう。もちこ、あれ見てよ。日課ウイスキー。はい、じゃあ帰ろうね。ぐすんぐすん。そういえば昼食も買わなかったよ。忘れてたね。